啊，もうほらもう哦，这3了。刚才我们在那个地方就还只有0.9。やはりここは高い地放射線が高い地域です。阆江，我们现在这条路啊，叫国道6号，就纵横穿过整个核事故污染最严重的区域。啊，没人呢，这房子。你看这景色多漂亮！これは警告音です。はい。でこれは切ることができます。はいはい。你看我这个。そうです。でこれはね線量が放射線がこのディテクター検出器に当たったら音が出るようになってるんで、数によってもちろん中国でも東京でも鳴るのは鳴るんですよ。でもこんな音はしません。数值不太一样。近いですね、数値的に。こっちは正しいです。こっち高い、正しいですね。你看我这又涨了，你看那边又涨了，你看。它这个靠谱了。啊，是吧？もう値段が全然多分違います。啊，价格你这个更贵是吧？これ25万です。25万。哦，高いですね。高いです、高いです。我们是1万ぐらい。これは専門家の使うものじゃないです。这个地方啊，离那个福岛出事儿的核电站30キロ。那为什么就是30公里远啊？这么远的地方，这个地方现在还是那种难以归还的。原発から爆発した時に放射性物質を含んだ空気がこの川を流れてずーっと上上がってきたんです。だからでちょうど両側に山があったので、両側の山の間からこの風が流れる道ができたんですよ。这个房子是当地政府给建的，是吧？そうです。政府が作った。住在这里要钱吗？はい。ここは家賃。家賃はいります。要錢是吧？家賃は発生します。ただし非常に安くなってるかな。多少钱？9000円から4万円ぐらいの間、収入に応じて違う。そんなにお金持ちは入れない。那我们申请在这住可不可以？就比如说我。假如说我想到这住。できますよ。住民票を持ってくれば。収入制限は。収入制限はまあ多分気にしなくてもいいんじゃないですか。ああ、そうですかね。就是估计对你来说可能不要求你收入太多高多低了。你要愿意来的话就可以了，是吧？じゃあ行きましょう。行きましょう。行きましょう。ここからここも全部今除染されたところです。あ、出过的。入ります。どんどん上がります。0.8、0.8、0.9。这除过染的地方。でこのくらいの線量ってチョルノービリとの周辺とあまり変わらない線量なんですよ。子供の場合は50センチです。变成1.2、1.2、1.2。那当時这个除染是怎么除的？是这个区域？除染は全部表土を剥いだんですよね。新しく汚染されてない土を持ってきて、それを上に乗せました。5センチ。那这不已经都除过染了，那为什么还这么高呢？国際放射線防護委員会 ICRP というところが決めている基準、これが年間20ミリシーベルトを下回ると、ここに住んでいいと。これはマイクロシーベルト、マイクロシーベルト、でこれの1000倍がミリシーベルト、例えば
これを1とします。1として 1×24 時間、24時間、で24ですよね。かける365、1年やると7000っていうことは8.76ミリシーベルト。等于是8.76。对。还不到20嘛。ああ、わかる。でもこれを私たち専門家が言って、じゃあここに住みたいか、住みますかって言ったら私はノーです。嫌です。でも今野さんのようにどうしてもやっぱり帰りたいというこの地域の人たちのために、ここの人たちがこれだけ自分たちの思いがあって何百年という歴史がある、そういう人たちのためにどうすれば帰ってこられるかっていうことは考えます。でも日本の国ので原子力発電所の事故が大したことありませんというためには僕は働きません。爆発が今起こりました。現場の人のは対現場の人、今どうもお世話になります。おはようございます。1、2、私の車がこれ。はい。で、後ろの車、そのワゴン車がこれ。はい。で、あと一番後ろが、軽トラがこれです。はい。はい、わかりました。就是我们只派自己人。車に乗ってください。はい、どうぞ。もしこれ着るんでしたら今ここで。まあ別なところで着てもいいですけど。这是那个盖革计数器吧？就是测你身上的那个今天这一天你瘦。简的除染作业中，看到了，它是弄土的，它你看，对，他说除染就是实际上还是把这草染啊，对，他还是把这东西都切走运走。啊，他给弄一下，车还能开进去，完全看不见人了。哇，你看这房子。看见路边，你要往里走一走，我估计可能都是杂草丛生。对，瞧这多荒芜啊！这是真正的无人区了。前面的房子，这都崩坏了啊！这时间长没人修都坏了。秀則さんもう入っちゃっていいですよね。ここ16に電話する。あ、電話する？事故的だけど了承もらうから。はいはい。じゃあ电话问，主人打个电我话。打个电话问一下哈，能不能进啊？どうもね、はいどうもね、秀則です。今ちょっとだけ1分ほどいいかい？報道機関が対馬の現場取材したいと言って今一郎君の目の前、うちの目の前に来てるの。了承もらいたくて電話したんだけどいいですか？はいはいありがとうございます。はいはいはい。みたいな。啊，这墓碑，そうです。做的那墓碑，还没做完呢，当时。そう。这
这个当时他什么时候撤离的3月の15日。 ？15日。那他现在住在什么地方？就刚才你给他打。今電話した人はどこに住んでいらっしゃいますか？大玉村、私と同じ村、中通り、福島県の中通り。隣？ここで隣？隣ではないですね。何キロぐらいですか50キロぐらい離れてる、ここから。 50公里左右。他还经常回来这里吗？戻ってきてると思いますよ。まあ毎日とは言わないけど月に一遍ぐらいは。那他到那面去还在开石材厂吗？今避難先で同じ石材業をやってます。ここはもう使えないですね。帰還困難区域だから人が立ち入れないので。ここは人いちゃいけない場所ですから。这是他们家是吧？そう、こ这家挺大呀，对吧 ？OK ですね。まあ坪でいうと80坪ぐらいあるんじゃないかな、おそらく。很漂亮啊，这当时建的啊。250メーターじゃないわ。スクエアメーター。スクエアメーター。比较传统的日式的房子。そう、日本式の木造建築ですね。ただ珍しいのは、石で柱を作ってるのはやっぱり石屋さんらしいですね。事故後も何回か入ってます。もううちの中めちゃくちゃ。今はちょっと無理。现在不能进去了，那我们可以在边上看看吧，就是这儿。这可以看看。哇。这里面一片狼藉。哪儿啊？本当だ。うわ、具足がありますね。そう16に話したんだ。あれ持ち出したらどうだって。あれまともに買えば100万や200万しますよ。だからもったいないから持ち出す。いやちょっと持ち出すと例えば孫がいるとか。やっぱり放射性、おそらく獣にも入られてるし動物、それから泥棒にも入られてます。就有小偷进来了，泥棒。誰もいないので、泥棒の勝手し放題ですよ。是吧？多吗？这小偷？泥棒は実際例えば先ほどの工場ね、加工場。あそこで、この家主末永さんって言うんだけど、うちに事故後ですよ、帰ってきたらば、銅の配線、こんなぶっとい配線してますね。石を切ったりする機械に電気を通すための銅の配線、それを全部引っ剥がして盗んでる最中だ。そこに本人が帰ってきてこの野郎って追っかけたんだけど、まあもう捕まえることなんかできない。那他这个房间里那个乱七八糟的，这都是那个泥棒搞的。事故当時は何回か私来てますけど、こんなに荒れてませんでした。それなりにきちんと整理されたんだけど、その後動物が入るなり泥棒が入るなりしておそらく荒らされた。泥棒は逆に放射線のこと怖がらないですか？いや気にしないでしょうね。おそらく金目のものは何でも持ってきますよ。よく具足残ってるなと思うぐらいだ。そうですね。じゃあやりましょうか。はい。はい。はい。这也是个人家住的嘛。入ってなんとか。ただ秀則さんとか無理。無理ですね。ちょっと待って。これ気をつけてください。入っていけないでしょう。いばらがすごい。哦，也是一户人家。秀則さん入りました。我这就全部被荒草给弄住了。
でこれをこの家の周りをずっと、一周して、放射能を測定していくっていうのが私の作業でした。ただもうあなた方はもうここで待っててください。じゃないと、この先は毒蛇とスズメバチがいますので。我们有一个摄像机跟着，没关系。OK OK。行けるところまで行きます。はい。当时这是个围栏，看到了吗？但是现在已经完全就是一片荒草了。本来人の出入りはここからやっております。哇，这房子里头也是一片狼藉。哇，这是门吗？哦，这是门。你看那儿还有个信箱，你看见了吗？因为信箱一般都是跟门在一起嘛。哇，我要走到这跟前儿都非常困难。哇，这里头是一个小桌，这是起居室。高いですか？高いです。で、高いです。3点。ここは、実際こういう住宅というのは、玄関の部分を、皆さん、国もここの住民たちも玄関の表側の線量を測ります。しかし、多くの人たちは玄関には人が住みません。だから本来は除染をするにしても裏側を丁寧にしないといけないんです。这个区域现在除染了吗？それでもこの裏側っていうのをほとんど業者も除染をしてないところが多くて、やったとしても形だけです。そうですね。これ4マイクロ超えましたからね。4.567。涨了。でも本当に家の人たちが住むのはここの空間が人が住む空間なんです。はい。そうそう 2. いくつ倍以上です。4.8了。这估计是抖了包进去的地方，一粒空气。そうね。もう5マイクロ超えます。高。狗蛋5.5还在涨呢，你看5.5。好，到这儿你看，马上就降下来了。そう、瞬間的にやっぱり家の玄関の方が低くなってる。で、ここコンクリート、アスファルトしてるし、で、おそらくね一度は除染をしてるんじゃないかと思うんですよね。で、除染をしても表側しかやらないから、丁寧にやらないから。もう裏が全然違うってこれだったら3倍ぐらい違いますよね。那按道理来讲，它除的话，它都应该除。它光除前面的话，那这个实际上也。だから結局これが日本のその政策と全く同じことで、人が見えるところはきれいにするけれども、人が見えないところには何をしてるかわからない。これが私の今の日本の問題だと思ってます。你之所以自己到这来检测，是不是就是因为你不相信政府公布这些数据啊？その通りです。Exactly。で、私はやはり科学者として真実を伝えていく。真実というのは裏も表もあってはいけない。那毕竟人要将来搬回来嘛，那政府它除染啊，它只除这一片不除这一片。那其实这个だから、これをどうやってみんなが帰ってこられるようにするか、それを考えて住民の人たちと協力しながらやっていくっていうのが私のこれからの目標です。外界一般都是认为啊，就日本政府在就是解决这个核污染问题方面做的还比较认真严谨。那就在你看来，就他们的这种工作是不是跟所谓的你的期待还是差挺远的？言えます。
那你收集这个数据，你有给政府反馈吗？比如说你发现了就是这个地方实际上合格了，房后就不合格了，有没有给他们反馈？これは、まず住民の人たちに公開して、これから全国的に公開をする予定です。那我就不太明白，他为什么不把这数据直接跟政府沟通呢？国はそれを伝えることによって、国は多分おそらくなかったことにする隠すでしょうと。で私は、もう10年以上国家公務員として、国のために働きました。その国のために働いてきた人間が、本来は国民のため、にやらねばならないことを、国民のためじゃなくて自分のために、動いている人たちがたくさんいることを見ました。なので私はやはり、この日本という国に対して、じゃあ誰のために働くかって言った時に、僕は困った人たち、ここの地域の人たちのために働こうということを決めました。你做这件事情有没有政府来找你，就是干涉你的工作？こういう調査をしていることに対して問い合わせはほとんどありません。妨害はしません。那你所在的大学支持你这么做吗？大学は医学部、医科大学で、医学を専門とする大学なので、大学としての支援はお金ではなくて私が、調査をすることを、応援してくれているというのは確かです。皆さんこれから上に上がります。で、ここはお墓です。这个地方跟中国有什么关系啊？そうです。ここに眠ってる人たちのルーツが中国と関係があります。跟中国有关系，他们现在死了，埋在这里。哦，是吗？今から行きましょう。好的，はい、走行きましょう。行きましょう。はい。卫灵碑啊。啊，这昭和。そう。满洲。劉光章。开拓团的。で、この人たちは、この満州に開拓で入りました。そう、戦争に負けて戻ってきて、で彼らは福島の人たちで、福島の人たちが中国に新しく開拓に入るわけです。これ、これ500人、500人、130個のファミリーが行って、約500人中国に行きました。で、そのうち300名以上が亡くなりました。これ中国で亡くなりました。で、帰ってきた人、残りの人たちがここに帰ってきて、ここで新しい村を作りました。だから日本の植民地政策で、満州に行って、でその人たちが戦争に負けて戻ってきて、ここに新しい自分たちの村を作りました。だからここの人たち開拓の人たちなんです。那整个这片墓地安葬的都是从满洲回来这批人吗？そうです。全部満州から帰ってきました。で、私の知ってる人たちのお兄さんは牛の乳が飲みたいと言いながら亡くなったという話を聞きました。で、満州で亡くなって、で、私はその後に生まれた子供ですということをここの人に聞きました。非常にその戦争に負けた時に命からがら帰ってくる、その時にもうその飢えと病気でたくさんの人が亡くなってしまいました。それがまた福島の原発事故によってまたこの地域が第二次世界大戦と同じようなに人が住めない状況で彼らは出ていくことになった。これ象徴的な場所なんです。那他们现在将来还能搬回到这个地方？戻ってきたい気持ちはたくさんあります。しかし今見せたように高い放射能によって彼らがいつ帰ってこられるかっていうのは本当に私も分かりません。少なくとも100年から200年はこの地域は帰れないかもしれません。那他们现在都又搬到什么地方去了？ちなみにあそこの白坂さんは福島市内
で向こうの矢吹さんだっけ？矢吹さんは本宮市、寺内さんは飯舘村かな。隣の飯舘村。というふうにバラバラ。这些人你都认识吗？知り合いの人たち。もうみんな知り合いです。例えばこの大塚千吉さん、名前書いてある。私の大先輩ですけど、開拓組合長さん、開拓組合長をやった人です。この地域は浪江町で原発から最も遠い地域、30キロ圏にあったということで、みんなの避難所になりました。しかし3月15日に、町長からここも危ないから避難しなさいと言われた時に、みんなはそれぞれの家庭を持ってたから、みんながバラバラに避難しました。那当时是什么人通知？就是这些人离开的呢？还是自己知道消息之后跑的？事故当時は何の情報もない。連絡はなかった。国からも、東電からも、県の方からも連絡は何も。私たち住民は一切の情報提供がない状態だけども、テレビなんかを見るともう危ない、もういられないっていう町長の判断で避難をした。だから情報は一切ないんです。放り出されたっていうか、もう無視されたって言ってもいいぐらい。それは県も国も避難指示を出してなかったけれども、町長の判断で危ないと思って避難をしました。政府にはものすごく大きな責任はあります。那后来你们有没有就是问，就是说，这政府当时为什么没有通知这些人撤离？いや住民の立場では私たちはそれは言ってますよ。他们怎么说的？まあ明確な返事はないですけども、どうなんでしょうね。で3月原発の爆発が3月12日です。で3月12日以降、この地域では私が今下に着込んでるようなこういう白いのを着た、人たちがたくさんいました。でもそれを住民の人たちに見つかるとみんなは逃げたんです。だから危ないことは分かってたけど教えられなかった、教えなかった。これが国のやり方です。秀則さんは見られましたか？タイベックスーツの人たちを。見ましたよ。見ました。見たけどみんな何も言わなかったんでしょ？私のうちでタバコの小売店やってて、お客さんたくさん来るもんだから小売りしてタバコ売ってたの。で目の前が道路で、そこ車ワゴン車に乗って、3人かな確か、こういうタイベックスを着て、しかもガスマスクまでして、通り過ぎたのを見ました。その他にもあと一度ぐらい目にはしてますけど、止まって例えば教えてくれるっていうようなことはなかったですね。那就说明他们知道危险，但是他们不告诉你们。まあ中にはね、危ないよ逃げろって言ってくれた人は中にはいます。但是没有通过政府的系统来通知你们这些信息。你看这都开着呢，当时毛巾挂在这儿都没动，衣服挂在这儿，10几年了，应该还保持着原来的样子。对，这个本子是孩子写的作业吧？这是，应该是日记。你看，都是今天我做了什么，做了什么，怎么做。你看，这孩子写的日记。悔しいですよね。なんつって自分の城だから、うちは自分の城、一家団らんの場所、生活の本拠、そ
それがこういう状態になってしまうわけでしょ。悔しいですよ。家等于都没有了。ましてやここはほとんどの世帯が先ほど言ったように開拓に入った皆さんだから、一生懸命頑張ってこれだけの生活をできるようになったところで原発事故で避難を強いられてるわけでしょ。だから本当悔しいと思う。